もともとですね、もう10年以上前に映画としてサブを作りたかったプロデューサーがいて、その人間の執念みたいなものです。でなかなかサブのような映画、静かで、要はチャンバラのないアクションのない時代劇って今日本ではなかなか作りにくいんですよね。ただどうしても山本周五郎の原作が好きで映画化したいというプロデューサーの熱意が、本も作ってあって、でチャンスがあるとこれをやらないかという、それと自分と、テレビ局が一致したんです。そこで彼の中ではテレビという形でも、サブっていうのは表現できるんじゃないかという判断で、このチャンスを逃さずに作ったと。あれはだからプロデューサーの十何年か執念の作品ですね。サブという作品を見ると、これ本当に三池さんが作ったんだろうなというふうに、感想も持つ人もいると思うんですが、あの中でまたこの話、三池らしさというか、自分の典型的な何かが出たっていう部分があるんでしょうか。逆に言うとあれこそが自分らしいというふうに自分は思ってるんです。要はそのプロデューサーの思いと昔書かれたその山本周五郎という原作者の思いっていうのを自分が監督することによって壊したくなかったんです。その夢を気持ちよく果たせればその役に立ちたいと。だから、まず自分にとって一番の観客というのがそれを映画化したいと思っている、映画を作りたいと思っているプロデューサーであり原作者だと、次にスタッフだと思うんですね。それに参加していい時間を過ごしたなと。将来なんか有意義で役に立つかもしれない、お金になるかどうかわかんないですけど、そこが自分らしいところだと思います。セッティングというのは三池さんの映画に出てくる景色とか普通の外国人が思う日本の景色というものとは全く別のものなんですが、三池さんはその江戸時代についてその背景的なものについてどう思われますか。背景は違ってもその時代劇という現実どういう世界であったかっていうのは、それは歴史の本からしか学ぶことはできないんですけど、いろいろシステムも違うしね、生き方も違うんだろうけど、ただそこでの起こる問題っていうか苦しみとか喜びっていうのは時代が変わっても人間である以上それほど変わりないと思うんですよね。だから、ただお話を描く場合に時代劇という形を取った方が、伝わりやすい、なんていうんでしょう、個性を映画にとって必要だとされている余分な個性を少なくできるんですよね、時代劇のいいところっていう。いいやつか悪いやつか、権力を持ってるやつか、支配下にいるやつかという演じる役回りが、すごくタイトに絞られているので、それを現代劇でやると、管理職なんだけどこういうタイプこういうタイプこういうタイプとか、ただ時代劇はそういうとこから少し解放されてるんですよ。まず時代劇らしくあればいいという、その法則を守っていると、なんか実はいろいろ制約を受けているようだけども、シンプルになった分もっとなんか自由にこう表現しやすい部分もあると思います。ただ時代劇っていうのには興味がありますね。時代劇を、サブに関してなんですけれども、私から見ると時代劇の人気が復活したというような印象を受けて、それは山田洋次監督が作った「黄昏さゆり」だとか、国
前慶監督が作られた「海は見ていた」という作品も最近公開されていることで、これに関してその時代劇の人気が復活したということに関して何か思うんですか？そうですね、サブも含めてなんですけど、比較的年齢の高い観客に向けて作られている、サブはちょっと違いますけどね、他2作は山田さんのやつとかはやっぱり、大人が見るべき映画が少なくなったので、それに対する反動だと思います。で、大人の監督が大人の視点で描いた大人のための映画で、また本当にこれから時代劇がもっとポピュラーになっていくためには、もう一回復活させるためには若い世代に受け入れられる映画、時代劇も必要だと思うんですけど、なかなか難しいみたいですね。今年になって若者向けの時代劇が今も日本公開されてますけどもあんまり、お客さんは喜ばないとか、難しい、その映画を作る人間というか配給する人間にはとってはなかなか難しいジャンルなんじゃないかと思います。サブは三木さんにとって初めての時代劇だったというふうに理解してますけども、別途熊本物語というのも作られてまして、このプロジェクトについてお聞きしたいんです。熊本というのは三木さんの、家族のご出身など本籍地ですよね。そこで普段映画に関わってない郷土史というか自分たちの町の歴史の研究家とか、その県の議員たち、要は、観客ですよね。普通でいう見る側の人間が俺はこういうものを作りたいんだという、作らずには折れないという熱があって、それでそれは素敵だなと思って協力というか一緒にやれればなと。やっぱり自分自身はそういう何か圧倒的なパワーを持ってる人間と、それはすでに持ってるっていうことじゃなくて欲望ですよね。やりたいとかっていう願いがある人間と、チームを組んだ時に彼らの力をさらに強くすることもできるというか、そういう元になるパワーがどうも必要なんですよね。それは自分にないパワーなのかもしれないです。どうしても何かと組み合わせて、熊本は特殊なケースですけど、それは、映画とか関わってる人は一人もいないんですよ。でも作りたくて仕方なかったんですよね。それを何か映像にして残したかったんでしょう。そこにはすごく映画の原点みたいな、映画を作りたいっていう衝動の原点を感じて、ぜひやりましょうということで作って